例えばここにプロジェクターつけて、そっちになんていうの、見るときね、映画をね。そうそうそう。そんでここにちっちゃいなんか、いいね。デュカとガレージ持ってきました。今日からちょっとずつ今からやるんですけども、まずこのバインバインのこの鉄板に制震剤をこうつけていこうと思います。ただの鉄板なんでね、これまず内装を作る一番の下地っていう感じで、この広いところと、天井にいろんな YouTube の動画で見ても制震剤みんなつけてるので、その制震剤を貼っていこうと思います。天井はね、マックスファンつけたいので、ちょっとどういう風にやるかね、どこにつけるかっていうのもこれから考えないといけないので、ひとまずこのサイド、窓をどこにつけるかっていうところから考えないといけないね。ここかな。ここは窓つけないからここ貼ってみる。窓はここにはつけないだろうっていうところから貼っていきましょうかね。絶対足りないと思うよね。10倍以上いると思うよ。でもこれ全部貼るわけじゃないからね。全部貼る。それにしても全面じゃなくて切って貼っていくから、分かってるけど、いやというか買ったのも初めてだからさ、どのくらいいるのかもさっぱり分かんなくて、これね、でもYouTube で、こういうのを何種類も買って性能比較してる動画があって、その性能比較してる動画の中で一番これがなんかよかったね。性能いいってなってたから、毎度おなじみ作業台カッターマット、早速ちょっと測ってみましょう。窓をもしつけるとしたら多分ここだよね。そうすると少なくともこことここはいらないよね。窓いっぱいの方がいいけど。どんくらいなんだろう。30センチ30センチ30センチぐらい、300、300ぐらいのを1、2、3、4、ここも同じでいいかな。300、300。ひとまず1、2、3、4、5、6、30センチ角の制震剤を6枚貼ってみようと思います。こんな感じで。そんなちっちゃいの入っていいんだ。全体に貼るわけじゃなくて、部分的に貼るみたいよ。なんか見ると、いろんな YouTube 見るとささらに半分だった。なるほどね。今さ、両側ベタベタしてるから、これどうやって貼るんだろうと思った。やられたよ。そういうことだ。切れた。適当じゃない、適度だよ、適度。これ見てよ。だってこれこんなん見ないの。記念すべき第1枚目の1つ目の作業ですね。初めてのこう真ん中から外にね、空気を出していくようなイメージで。あんま変わんない1枚ぐらいでさ、変わるようだったらこれで終わりだからね。ちっちゃいんだよ絶対。だってみんな結構いっぱい貼ってる。違う。そうなの？これでかいよ。他の動画見ると一面じゃないの？じゃない。でさらにこの上にグラスウールの断熱材入れるから、これはこの鉄板がバイーンってなるのをバインぐらいで止めるよ。ごめん、全然顔が映ってなかったせっかく顔やった。別にいいんだけどね。こっちがバイーンってなるのをこれがバンって終わるぐらいにするのがこの制震剤の役割の。雨が降った時にさ、こうベタベタってこう音がするじゃない。もう幸か不幸か、しばらくそういう音のする車乗ったことないからあれだけど、昔のさハイエースのデラックスとかっていう一番下のグレードの車とかだともう内装がないから、雨が降るともうベタベタって音
音がすごいのね。そういうのがしなくなるような形で、あとはこう走っててもドーンってすごい揺れるね。ドーンってなった時にこうドーンっていうのがボフってなるような、そういうのを狙う感じですね。はい、これをじゃあやっていきましょう。でも今1シートの4分の1だったから、なんか結構意外と。でももっと貼った方がいいと思う。いや、もちろんもっと貼るよ。違う違う、もうちょっと大きく貼った方がいいと思う。一応右と左のパネルのところだけ、ざっと今日やってみました。違いはよくわからないけど、多分良くなってるんでしょう。まだね、横だけだから。あとこの天井、このちょうどこの四角い溝、波打ってる方のこっち地面から見たら高い方、敷き詰めてみようかなと思います。隙間にもウレタンフォームをこうスプレーのやつがあるので、それをシューってやって、ここもちょっと入れたいですね。マックスファンをつけたいと思ってるんですけど、ここか、もしくはそっち、ここだよねにつけないと、だってつけたいので、そこだけちょっと開けとくかな。ただマックスファンって当たり前だけどこうくり抜くでしょ。ちょっとまだ分かってはいるんだけど、心の中で、頭の中では分かってるんだけど、どうしてもこの穴開けるっていうのがちょっと躊躇しちゃう気がする。ここも一応窓にするためにここも貼ってないんだけど、そうですね。ちょっとあと部品も揃えないといけないし。今日はこの天井の、制振材を作って貼っていきたいと思います。早速切っていきます。1シート80センチで46、66、56、6波48、8枚だとどうしようか。2センチ余るって微妙だよね。余りが出ないように切るって結構難しい。なんかもったいないもんね。これみんなやってんだね。すごいな。やったよし。この立ったり座ったりっていう動きが体力を削るから、立ったまま笑っちゃうぐらいしんどいわ。やろうか。いいよ。こんだけさ手間かけてさ、ほとんど効果なしとか言ったら嫌だよね。これで全体の3分の2ぐらい終わったのかな。すごい他の動画とかでやってる作業で大きいことを俺思いっきり忘れてるんだけど、脱脂してないや。この鉄板の表面って納車したばっかりだから油分がついてるわけ。その油分を脱脂って言って取るわけよ。パーツクリーナーとか使って取るんだけど、今3分の2ぐらい終わって唐突にみんな他の人たちやってたなっていうのを思い出しちゃった。まあいっか。今から全部剥がすの嫌だもんな。なんで脱脂するかっていうと、油分がついてるとこの粘着力が落ちるから剥がれちゃうっていうことなんだけど、剥がれないよね。剥がれない。それはどうかな。大丈夫大丈夫。みんながやってるってことは。いや、気持ちの問題じゃない。っていうか今剥がそうとしても剥がせないもん。オッケーオッケー。さあめげずに続きをやりましょう。あとは1、2、3、30個貼ればいいんだ。とりあえず今日屋根面は終わらしたいね。そうです。絶対大変だよね。上ってもうこうでしょ。今3分の1終わりました。あなたがそうやって笑ってる間に
私一応ちゃんとやってるので。でもさ、やってあげたいんだけどさ、残念なんだよね。手が届かないから。台車あるよ。やってあげたかったんだけど。あと1枚、あと1枚。すごいよ、ほぼほぼぴったりで余らない。よし、ラストワンスパンです。よし、できた。精神剤の貼り付け作業を一通りやってみました。広いところね、これ30センチの大きさのやつと、あとこれ30センチの15センチぐらいだったかな。こういうところと、あとは天井ですね。天井溝のところ、これきつかった。これ一番きつかった。これYouTube でこれ同じことやってる人たちみんなすごいよね。これもう肩上がんないもん、腕痛くて。次はこういうところの穴の中かな、この隙間の中とか、これくらいの大きさに切ったものをたくさんこう貼っていこうと思います。この奥とかね、こういう隙間とか、こういうところかな、貼っていこうかと思います。あとはね、ウレタンフォームとかっていうスプレー式のもので、こういうところをシューってこう吹いて塞いでいくような、あとこの中とかですかね。そしたら一通り精神剤の作業が終わるので、ここに窓を作るか、あとはこっちのここに窓をつけるかって今言いながら思い出したんですけど、マックスファンつけようって言ってたところを全部貼っちゃったので、どっかにマックスファンつけるって言ったら精神剤ごと切り抜かないといけないことになっちゃいましたね。まあこれも行き当たりばったり感があっていいのかなって思いますけども、ひとまずはこれで、あとちょっと細々したところで、精神剤作業は終わりになるかなと思います。リカトの特徴として、この運転席と助手席のキャプテンシートが回ります。一回ちょっと回してみますね。はい。力いらない？はい。力いらない？うん、そんなにはいらない。軽くいくって感じではない。やっぱり少し力入れないと。で、よいしょ。ちょっとやっぱね、高い。下がさ、後ろの方が低いから、俺も足届かないぐらいです。でも下に引いてさ、これからやるもんね。足場みたいになってればね、このくらいかな、テーブルの高さね。高い。このくらい？なんかいろいろ見てるとそんな高くないよね。こんな感じかな。少しここは一段高い方がいいね。少しね。そうするとここにでもさ、下がなんかもちろん床つくでしょ。普通の床の高さと、ここのなんていうの、ダイニングじゃない、テーブルの足場の高さはちょっと段差をつけた方がいいと思う。じゃないと座れないもんね。椅子もでもだからやっぱり作んなきゃダメだね。椅子、ハイエースの椅子買ってこようかなと思ったんだけど、ハイエースの椅子だと低いのかな。そうするとこの辺のなんか囲いが欲しいね。まあ細かいのは後ということで。そうだね。どんどんいろんなつけたいものが、それを踏まえてこれから時間かけてやっていくんだけどね。でもね、この椅子いいと思うよ。いいと思う。椅子は別に食事の時とかこっちに作るから、ここは使うことないと思うけどね。多分例えばここにプロジェクターつけて、そっちになんていうの、見るときね、映画をね。そう。そんでここにちっちゃいなんか、いいね。なんかオットマンこう映画を見る。少しリクライニングするのそれ？する。助手席なんか特にするし。
運転席はただハンドルがこれくらいかな。あ、十分。あー、これいいわ。これにオットマン、こうして、いいじゃん。ここにコーヒーね、コーヒーだね。コーヒーだよね。まあでもキャンプ場に泊まるんだったら別にアルコールでもいいんだけどね、これで映画を見て、そうするとやっぱりここ窓そうでしょ。そこ絶対窓よ。ここに1個ね、いやーでもそう思うとマックスファンいらないかな。そもそもマックスファンって何？後でじゃあ動画で見てみましょう。ベッドの上はいらないよね。だからそれがなんだかわかんないから。そうだね。虫が落ちてくるやつ。そう言ってたね。